ジャパンフォワードのコーポレートプレイブック by 牛島慎、ナビゲーターの田村あゆちです。今回のテーマはお飾り社外取締役ということで、今日もコーポレートガバナンスに詳しい弁護士の牛島慎さんと経済ジャーナリストの加藤博則さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まず本題に入る前にジャパンフォワードは先日10周年を記念する集いを開きまして、サポーターや関係者の方々200人近くが集まった非常に大盛況だったんですが、残念ながら私は生放送の仕事があって参加できなかったので、どんな感じだったか教えてください、牛島さん。会場でずいぶん田村さんを探したんですけど見つかりませんでしたいなくて冗談はともかくですね、大変な熱気でした。そうですか。200人と伺ってますけれども、大変な熱気で、そして私実は乾杯の温度を取らせていただいて、僭越ですけどもいただいたんですが、私は率直にこう申し上げました。私もジャパンフォワードのお手伝いをさせていただいております。実際にもこのようなこの番組のような形で、コーポレートプレイブックですか、お手伝いさせていただいており、田村さんと一緒にやらせております。言わせていただいてます BS11 のご縁でございますと、そういうことも申しましたが、私は太田さんとお会いしたのが2018年3月16日である。太田さんは太田秀明さん、このジャパンフォワードの代表理事、ジャパンフォワードを作った立ち上げた方ですね。フジテレビ、フジサンケイグループの代表でらして、そして、最終的にこのフジサンケイグループの対外情報発信媒体としてのジャパンフォワードを作られて10年で、私は大変何度も言葉に出して強調しましたのは、太田さんは素晴らしい、で太田さんの志、そして私は太田さんを大変尊敬しています。私がお手伝いする理由は太田さんへの尊敬心です。太田さんと実はお会いした機会というのは、私が尊敬するアフラックの創業者である大竹さんの勉強会でお会いして以来、大変尊敬申し上げておりますということを、申し上げさせていただきました。加藤さんもそちらにいらっしゃって、これ政財界いろんな著名な方もいらっしゃっていたんですよね。国会議員、作家、もう名だたる方たちが、こう歩くたびに視線に入ってきて、有名な人たちがどうしようかなと思いながらも、私も田村さんのことを探してました。すみません。次回はぜひ行きたいんですけどね。ただ思ったのは意外というか若い方が多かったなと。それは素敵ですね。そうですね。いや、それもね、太田さんの志が実を結びつつあるところだと思います。太田さんご自身は79歳でいらっしゃると思いますけども、若い方々に志を持ってほしいということで、さらにその若い方々と輪を広げていらっしゃる、加藤さんが今言われたことはそういうことだと思います。そうですね。太田さんは挨拶の中で30代のベンチャー企業の若い方を集めて新しいビジネスフォーラムみたいなのを立ち上げるようなことを言ってました。これは楽しみだなと。いろんな祝電やビデオメッセージも来ていたということですよね。高市さんからも祝電がありましたね。あとビデオメッセージでは片山さつきさんとか小池百合子さんが名だたる皆さんがね応援してくださって、本当に皆さん期待の声ですよね。期待をされているんですよね、このジャパンフォワードに。そうです。で、私はそれは太田さんへの期待だというふうに申し上げました。なるほど。こういう新しいネットメディアが10年生き残るって本当に大変なことだったと思うんですけれども、そうなんですよね。やはり私たちもね、これからこの番組を通して頑張っていきましょう。これが10年生きるいや、日本の情報をね、どんどん世界に発信していくというね、役割がありますからね、頑張っていきましょう。おっしゃる通りでございます。今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。では早速本題に入るのですが、今日本は株主総会シーズンなんですよね。そんな中、不正会計問題が今大きな問題となっているモーター大手のニデックも6月18日に株主総会を開きました。こちら役員体制刷新案を可決したんですが、大荒れのようだったということで、まずこれについて加藤さん教えてください。はい、ありがとうございます。私直接は行くことができ京都で、行くことはできなかったんですが、かなり3時間50分、ちょっと異例の長さですね。長時間ですね。4時間弱ってことですね。で行った方にかなり克明に話を聞くことができまして、全部でね質問がですね40人ぐらい
かなり多いですよ。はい普通5、6人で終わりですよね。でも今までもニデックの株主総会というのはいろいろ質問が出て、そして永森さんと丁々発止のやり取りでしたよね。おっしゃる長森節が出るっていうのは。おっしゃる通り、去年もちょうど牧野フライスというそうかに失敗したばっかりで、また長森節がこれで日本の M&A は、10年遅れるみたいなですね、はい長森節が展開されたやに聞いてます。それがある意味名物のように、そのカリスマ経営者の永森さんと株主がやり取りするのが名物だったけれども、今回永森さ今回んはもちろん出てきてますね。はいで40人ぐらいで、私も国名に聞いたんですが、7割8割ぐらいは不正会計、これ一体何なんだと、これどういうことなんだ、そうするとあれですか、いわゆる特命監査役特命監査部長部長ですかの話も出ました。実際で株主からですね、特命監査部長、これは証拠隠しだと、刑事事件だと刑事という話が出言ました。ったそうです。これどうするんだと質問が出たそうです。その特命監査部長という方はその不正会計問題でどのような役割を果たしていたんですか？どうぞ。もう第三者委員会報告書によると、永森さんの直属の部下として何か不祥事とか不正会計の情報があると彼が言って全て処理してきた、で表には出ないように処理してきたと、それを永森さんに報告していたと、でこれで永森さんは不正なこと発覚した、不正があることを知っていたとまで認定されている。いや報告していたと加藤さんおっしゃいました。それが何ともびっくりするようなことで紙に書いて、そして、報告していた。つまりメールで証拠があるいはその他のですね証拠が残らない工夫だったのかなと疑いを持つ。その紙はどこに行っちゃったんでしょうね。もう焼却したのかなと想像します。そう疑いたくなります。一部片鱗が残ってて、そこから事実を積み上げていった。まだ特命監査部長はヒアリングできなかったと第三者委員。そうですね。ですからご本人のパソコンには全て残ってるだろうと私は想像しますけどね。でこの株主総会で他にどんな他にはですね、これも先生がずっとおっしゃってたこの社外取締役には株主って最近すごいですね。6月この先週で退任した社外取締役元財務省の幹部方がいてですね、この方を名指しをしてですね、この方は何なんだと、簡単に言うとですね、この方に答弁まで結果的に答弁をした。答弁をしたんです。でその答弁は答弁社外取締役で辞めた財務省の元幹部の方が、答弁では迷惑かけたことを大変申し訳ないというふうに陳謝したと。で、さらに木を見て森を見なかったと反省しているという答弁をしたと。木を見て森を見なかった。なるほど。深いですね。まさしくここで前々回お話したようなことが株主が聞いてたんじゃないかと。でも株主の側からそういう質問が出てきたということですね。会社とすればどうしても今役員責任調査委員会が動いているので、それを待って判断したいみたいなことで、岸田社長もそういう答弁をしていたということでした。なるほど。牛島さん、その株主の側も社外取締役ちゃんと機能していなかったんじゃないかという、そういうふうに思ってらっしゃる方も。それは株主の側に限らず、今加藤さんの言葉にも出ましたけれども、第三者委員会の調査報告書にも、社外取締役の、動きが十分ではなかったということは出てますからね。それは前提になっていると思います。今日のテーマ、お飾り社外取締役。そうですね。お飾りという言葉が文字通りふさわしいかどうかは別として、やるべきことをやっていなかったというふうに言われているという限りでは正しいと思います。やるべきことというのは何ですか？今木を見て森を見ずという話でありましたけど、木があれば森が周りがもっと木があればそれが森なんですから、やっぱり森なんじゃないかというふうに積極的に調査すべきであったということへの反省の弁かなというふうに私は受け取りました。情報を自分から取りに行っていないじゃないかということ。積極的に取りに行くっていうことをコーポレートガバナンスコードに書かれているんですけども、それをやらなかったのではないかなというふうに思われる。情報ってそんなに降りてこないものなんですか？来ません。来ません。会社側が下ろさない情報は
社外取締役には下ろすっていうのは変な言い方ですけど、会社側が流さない情報は社外取締役には入ってきません。自分から取りにこの点はどうなんだどうなんだと聞くということをしなければわからないですね。この点加藤さんいかがですか？ニデ君は新しく、今回の総会の人事案を決めた時に1ヶ月半前なんですが、東京で社長の岸田さんが記者会見しました。それに私も出たんですが、新しい人事案だったんで、社外取締役の、大阪公立大の先生でしたが、指名委員長も出てきて、記者会見に応じました。その場で当然社外取締役の責任はないのかという指名委員長に対してですね、記者から質問が出て、指名委員長はこういう社外取締役の指名委員長はこういう言い方しました。残念ながら、過度なプレッシャーに関する情報共有がされなかった。取締役には、社外取締役には情報共有はされなかったという言い方をしました。まあ過度なプレッシャーをかけてる方は情報共有を普通しませんよね。したがって過度なプレッシャーがある可能性があると感じた社外取締役はもっと調べなきゃいけないということではないかというふうに感じますね。なるほど。その情報が入ってこないのであれば、牛島さんも社外取締役されてますよね。いろんなところやりました。入ってこないのであれば、じゃあどうするんですか？聞くんですよ。聞くことは取締役会の場ではもちろんできますし、会社によると思いますけども事前説明に来てくれますから、ここの部分についてはもっとこういうところを教えてください、ああいうことを教えてくださいということができますし、いろいろな現場に視察に行ったりもしますから、その場でいろいろ伺うこともできる。それでも情報入ってこないのであれば、それはそうです。巨大企業ですとね、分かることってのはほんの一部です。それは社外取締役というのはそういうものです。今牛島さん過去の記事でもですね、はい、辞表を懐に、社外取締役は辞表を懐にっておっしゃってます。それぐらいのつもりでってことですか？社外取締役は自分から見て筋が通らないことだと思った時には、最終的にはもちろん取締役会を説得して、みんなで反対する、あるいは過半数で反対するというのが原則だと思いますけども、それが通らない時には少なくとも自らは進退、つまり辞めることによって、問題があるということを世間に知らしめるべきだと私は思ってますし、私は常にそのつもりでやってきたつもりです。でも日本のビジネス界で自ら辞任するって結構覚悟が必要ですよね。誠にね、今の田村さんのおっしゃるようはポイントでしてね、つまりもしそういうことをしたらあの人は辞めた人だってなるわけです。すぐ広まるでしょ。そうです。すぐ広まるんですよ。ですぐ広まったらどうなるかっていうと、頼めないよなあの人に、次にそういう話が来なくなる。そうですよ。今やってる会社だって、いやお忙しいのに申し訳ありませんでしたっていうことで来年言われちゃいますよね。その報酬とか評判とかいろんなことも考えて、でもやっぱり辞表するぐらいの覚悟でやるべきだと。いやぐらいじゃなくて辞表するべきってこと。なるほど。ですからそういう覚悟を持った社外取締役、私が手前味噌で言うのは恐縮ですけども、そういうですからぐらいので結構です。ただ社外取締役はお飾り社外取締役という言葉が出ましたけれども、一定の許容範囲に入っているというふうに執行、端的には社長ですけども、が思わない方が社外取締役になるということは大変例外的だと思います。それが前回私前回ですかね、佐々木清隆さんにお伺いした際に、なんで佐々木さんがすごいかということを申しました。社外取締役誰も頼んでこない、この人に社外取締役頼んだらえらいことになるというふうに頼みそうなね、彼は金融機関の間で大変著名なわけですから、もちろんいろんないい方がいらっしゃるからたまたまかもしれません、人事ですからね。しかし、少なくとも社外取締役をやってらっしゃる方はこの人は大変なことをする人ではないんじゃないかなという期待感があって選ばれてるんじゃないかなというふうに感じる向きもあります。加藤さんどうですか？お飾り社外取締役。いや私ねちょっと先生にちょっと聞きたいことがありまして、これダイヤモンドオンラインのインタビューで白髪仏という病理というタイトルもありますけど、白髪仏というですね、この病理に牛島弁護士が勝つというすごい見出しなんですが。そうですか。本当だ。勝つ。はい。
カツを入れるカツですね。はい、そうですそうです。この白根川仏ってただ私の取材では、取材という先生もご存知の通り裁判所が取締役会で出なかった、知らなかった、だから社外取締役もただの取締役も知らないものは罪に問えないよねという、信頼の権利とか信頼の原則とか言うらしいんですが、裁判所が免責のお墨付きを与えてるという現状があるのかなという気がします。裁判所だけの問題ではなくて、裁判所は今罪という言葉出ましたけど、民事にせよ刑事にせよ、特に刑事では慎重になって当然だと思います。したがって裁判所がなかなか社外取締役の民事責任にせよ認めないということは現実にあると思います。しかしそれ以前の大問題は、先ほど加藤さんのご質問にあった通り、木を見て森を見ない、これは社外取締役として問題があるのではないかという向きがあって、私は同感です。ですからそういう社外取締役に対しては民事責任が問われて、裁判所がそれではいけない、ということ、いけないというのは民事責任あり、もちろん保険入ってますけどね、民事責任ありという認定をすれば、私はコーポレートガバナンスは大変に進展すると思いますけれども、日本のコーポレートガバナンスがそういう方向に行くかどうかについては疑問を持ってます。むしろ私が今回の先ほど加藤さんからお話ありましたけども、ニデックのことについて大変期待しているのは、議長は社外取締役はならぬ、もちろん過半数は独立社外取締役だ。そこで私はコーポレートセクレタリー、佐々木さんに前回ご解説いただきましたけども、ぜひニデックでこそコーポレートセクレタリーというものを入れていただいて、プロフェッショナルをコーポレートセクレタリーのチームのトップにして、そしてニデックの改革に邁進していただけるといいな、こんなふうに思ってます。コーポレートセクレタリーが社外取締役にしっかり情報提供をする、そういうプロフェッショナルな人たちということですね。それが役割ですからね。なるほどね。そうすると、よく分からなかったんだという弁解は通らなくなる、通用しない、それが大きな一歩だというふうに思いますので、私はニデックはこれまでの経営が全く変わりましたから、いいチャンスなので、ぜひコーポレートセクレタリーを採用して日本にコーポレートガバナンスの新しい夜明けを告げていただきたいな、ちょっとロマンチックな言い方ですかね。そう思ってます。まだコーポレートセクレタリーってまだ馴染みもないですよね。まだ日本ではまだあんまりやっと今度コーポレートガバナンスコードに言葉として入ることは決まったんですかね。コードというよりは指針の中に入るんですが、ただ日本でもそのような肩書きないし、そのような役割を持っている方は少数ですがいらっしゃいます。したがってニデックが大々的にそのような方を選任したということになれば、世の中にとって日本の会社、あるいは株式市場、海外の投資家の目から見て、なるほどニデックが変わった、ニデックのように日本の会社も変わる可能性を感じるな、そう考えていただければ新しい資本主義の道も開けるのではないかというふうに考えております。そうやってニデックがいい方向に変わっていけばいいですけれども、そうではない場合、牛島さんはニデックはどうなるとお考えですか？どうもならないでしょうね。どうもならないというのはこれまでのやり方でもやっていけるかもしれません。したがって新しく社外取締役になられた、具体的に新聞に名前出てますけど、その方々がニデックのこれまでを清算するためには、そして新しく出発するためにはどこまで何をしなければならないかということを具体的にどうお考えになるかということで、ですから私の強い期待はコーポレートセクレタリーというものをですね取り入れることで、佐々木さんに相談されたらいいと思います。そして私は大々的にですねコーポレートセクレタリーというものを選任したと、自分たちは昔とは変わったんだと、こういうふうに世の中に打ち出していただけるといいなっていう思いがあります。牛島さん、日本買収っていう小説を書かれていますけれども、これまでのような日本の企業だと買収されてしまうよという、そういうことですよね。で、私は決して悲観的であって決して楽観的ではないです。しかしニデックの極端な会計不正ということでね、加藤さんのお話にも出ましたけど、株主も憤慨しているという話も出ました。極端な事例から見れば、刑事責任問えという声も株主の間にあったそうですけれども、私は日本のコーポレートガバナンスの新しいページを切り開くことができるんじゃないかと強く期待しております。牛島さん、いつも日本の企業は
幹部従業員協同組合はいとおっしゃってます。ニデックもそうだったと。ニデックは協同組合どころか独裁者がいたもうそういうことですよね。日本の多くの企業は幹部従業員協同組合だと思いますが、ニデックは独裁者がいたもうわけですから。トップダウンで全て決めて、じゃあボトムアップ型に変えていかないともうダメだよということですよね。でも石島さん。そうですね。変えられれば頑張る第一ののろしがニデックかなというふうに思いますが、私は決して楽観はしておりません。加藤さんはいかがですか。いや、おっしゃる通り、この社外取締役がですね、本当に機能するかどうか、メンバー的にもかなりね、外資系ファンドの出身の方とか、あと日本製鉄の副社長までやったこのガバナンスの世界では割と有名な佐久間さんとか、それなりのメンバー連れてきて、これで機能しなかったら、もちろんニデックも今年の秋には上場廃止かどうか、東京証券取引所の判断が待ってるわけですから、もう死に物狂いでやるべきことはやるんじゃないかなと私は思ってるんですが。先ほどのね、田村さんの言葉をそのまま使いますとね、幹部従業員協同組合ではないものとして再出発したニデックの社外取締役ないし取締役会ですから、そこが徹底した改革を行えなかったら幹部従業員組合はもちろん行えないと思いますから、私は楽観的になれない。したがって大いにニデックの方には社外取締役には頑張っていただきたいという思いです。そしてもこのニデックの問題で日本企業全体のいろいろな問題やガバナンス改革で何が必要なのかというのがいろいろと露呈してきたということですよね。露呈というおっしゃる通りですね。そう思います。でもまだ長引きますね。まだ秋も。そうですね。私はやっぱりですね、今回ほとんど一人を除いて7人社外取締役の方が退任されましたが、やっぱこれでただ辞めてはいお疲れ様でしたでいいのかというと、ちょっと違うんじゃないかなという。それは責任の問題ですか。なるほどね。確かに一部株主代表訴訟の動きも出てるようですが、はい、これで退任しました。これではちょっとという気がしてます。ということで今日はお飾り社外取締役について、牛島さんはお飾りはもう辞表を持っているべきだと、もう辞任するべきだ。実際にそうなるかどうかは別だと思います。はい、ありがとうございました。また次回もぜひご覧ください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも加藤さんありがとうございました。ありがとうございました。